はい、今回はですね、人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますベルゲン、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、このねベルゲンなんですけど、実はですね、トイファクトリーさんのレパートリーの中では比較的こうね新しいタイプのねレイアウトになるんですけども、実はですねそのトイさんの中でもある2車種のですね、欠点をこう補ってくれる形のですね実はレイアウトになるんですよ。ですのでこの動画を最後まで見ていただくとベルゲンについても分かりますし、一体ねどの2車種のですね欠点をどのようにねカバーした車かっていうのが分かりますので、是非動画の方もですね最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではですね、室内をご紹介していきたいと思います。スライドドアですね、これグランデ仕様になりますので、このようにですね、窓ガラスを外してアクリル二重窓を施しております。そしてこの窓はもちろん、網戸にもなりますし、お休みになるときはね、これをこう上げると、全部ですね、締め切ることができますので、これはですね、プライベートのね、確保にもつながるかと思います。かつ断熱性能もね、いいドアになっております。はい。そしてスライドドアのですね、こちら側に、トイさんオリジナルのですね、オールインフォメーションボードがですね、あります。これはですね、メインスイッチからインバーターのスイッチだとかね、あとはこの冷蔵庫のスイッチをね、操作することができますし、これメインスイッチなんですけどね、あとはプログラムだとか、FF ヒーターをつけたり、バッテリーの残量を確認したりっていうことができます。こちらでですね、一括して、このキャンピングカーの、電装品関係を操作することが可能です。はい、そしてね、ちょうどこちらの方にシートベルトがこれあるんですよね。で、これは3点式シートベルトがついていて、このですね、セカンドシートはもちろん後ろ向きにもできますし、前向きにもなるんですよ。で、その時に、前向きにした時の、この助手席側の方の3点式シートベルト、あとですね、サードシートのこちらのシートの3点式ベルトがありますので、例えばチャイルドシートがね必要なお子様がいる家族の方にはですね、こちらの方にですねチャイルドシートをねつけることが可能です。はい、そしてですね、ダイネットスペースをご紹介します。運転席、助手席の後ろはセカンドシート、テーブル、そしてね、サードシート、私が今座ってるんですけど、このような感じですね。4人の方がですね、テーブルを囲んで座ることが可能です。キッチンになります。キッチンの上には収納があります。このような感じで結構ですね、高さもありますし、奥行きもね、ある収納なので、キッチン関係のですね、フライパンだとかそういうのもですね、収納することが可能かと思います。はい、そしてこっちもね、オープン形式のですね、収納があって、ちょっとしたものを置いたりっていうことがね、できるスペースになっております。はい、そしてこの収納棚の下ではですね、このように間接照明と、ここでね、スイッチオンもできますし、これもですね、タッチ式の照明になっております。はい、こちら側の窓は、もともとはですね、トヨさんのモデルは、こちらもこう出窓のようにね、なってる方式になってるんですけど、ちょっとこれね、今、実はそっち側に少し出てます。はい、そしてこれは、もちろんですね、断熱材入りの壁ができて、アクリル二重窓がありますので、ここもですね、もちろん網戸にもなりますし、寝るときは、シェードもね、あります。はい、そしてね、こちらにシンクがあります。はい、このような感じですね。簡単な手洗いだとか、簡単な洗い物はね、ここでできますので、ここのね、シートに座りながら、こう、手を洗うだとかっていうことがね、できますし、調理をね、ここのテーブルでしながら、ここでちょっと洗い物をしたりっていうことがね、できるスペースになっております。はい、そしてシンクのこの横にはですね、はい、上蓋式の冷蔵庫があります。はい、これいつものエンゲルのですね、冷蔵庫で、ここからですね、冷蔵庫ってね、こう横開きのやつだと冷気がさーっとこうね、開けた瞬間に逃げていくんですけど、これはね、上蓋式なので、冷気がね、この中に保ってくれるので、冷気が逃げないんですよ。そして、冷え度合いも結構ね、いい冷蔵庫がついてるので、これはね、トイさんの車にはみんなついてるんですけど、これね、おすすめです。そして、ドアもですね、このようにソフトクローズになっております。はい、そしてこれですね、液晶テレビがついております。これはですね、19インチのマルチカーシアターシステムっていうですね、システムを組んでるんですけど、テレビをね、オプションでつけると、ここにね、来ます。このテレビアームはスライドさせ、そして首振りすることが可能ですので、セカンドシート、サードシートに座った方もテレビがご覧いただけます。また、後部のベッドに寝ながらにしてテレビも見ることが可能ですね。は
はい、19インチのですね、マルチカーシアターシステムをご紹介します。結構ね、これ付けられる方が多いのですね、ご紹介したいと思うんですけども、これはですね、このテレビの映像に関しては、実はですね、フロントについている、このアルパイのね、ナビで拾った映像をですね、後ろのテレビに映し出すというシステムになっております。で、エンジンかかってる時はですね、もちろんですね、給電してナビが動くんですけど、こう止まってる時にね、使う時にはね、方法があって、はい、ここにですね、実はナビを起動させるスイッチがあります。これ今エンジンが止まってる状態なんですけど、これでね、スイッチオンします。そうすると、ナビが動き始めます。はい、このような形でですね、ナビが起動してですね、動きました。今エンジン止めてる状態なんですけども、このスイッチを押すことによって、サブバッテリーからね、出力してナビを起動させます。そして、これだけじゃね、まだテレビが映らないんですよね。で、ここで、オールインフォメーションボードのインバーターのスイッチを押します。はい、そうすると、テレビのですね、電源が入りますので、ここでテレビのですね、電源を入れます。このような感じでですね、テレビが入りました。物価の高騰を受けた対策会議を初めて開催し、岸田総理大臣は、はい、なのでこのナビを起動させて、ナビの拾った電波をこちらにですね、映像を映し出すという仕組みになってるんですよね。なのでこれね、追加オプションでこのリアスピーカーをつけていただくと、さらにですね、音響が良くなるんですけども、こちらからも音が出ますしね、このスピーカーからも音が出るという仕組みになってますので、これはもうマルチカーシアターシステムですよね。で、この装備に関してはこのようなですね、仕組みになっております。はい、そしてですね、このキッチンのすぐ、シンクのすぐ下にはですね、はい、今もうおなじみですよね。もう当たり前になってきてるんですけど、USB のポートと、こちらにですね、100V のコンセントがあります。はい、そしてこちらにもですね、はい、引き出し式の収納がね、このようにありますので、はい、そしてこの収納の下にはですね、実はここに給水タンク、排水タンクがあります。はい、ちょっとですね、奥まったポジションにありますので、ちょっとですね、水の出し入れは若干しづらい感はね、あるかもしれないんですけど、こちらのシンクで使う水に関しては、ここにですね、装備されております。はい、そしてこのですね、横にはですね、これ雑誌だとかをね、入れれるようなこういう収納もね、ありますので、小物関係だとかね、本だとかっていうのはここに入れることが可能です。はい、そしてですね、この運転席のすぐ後ろにも一応収納があります。このような形でスライドしてくる。ちょっとね、小物関係ですかね、こういうの収納できるポジションもね、ここにあります。はい、そしてですね、このキッチンの横にはこうタワー型のですね、収納があります。はい、こちらまずね、開けてみると、2段のですね、結構広い、このね、横幅も結構ありますし、高さもあって、奥行きもですね、30センチぐらいあるかな。これが2段ね、あるので、結構ですね、収納スペースとしてね、使えるかと思います。はい、そしてこの収納の、ね、下にはこれ、オプションのですね、電子レンジがついております。はい、電子レンジの横にも、USB のですね、ポートもありますし、100V のコンセントもね、ありますので、操作することがね、可能です。そして、これポジション的に非常にいいですよね。このサードシートに座りながら、今ちょっとテーブル閉まってるんですけど、テーブルで調理をしてね、洗い物があったらこのシンクを使ったり、冷蔵庫をね、手を伸ばして、冷蔵庫のね、ものを出したり、そして冷蔵庫から出してですね、スッとこう、電子レンジに移行できる。っていうのがですね、これ結構ですね、集約されていいキッチンスペースかと思いますね。この電子レンジのポジションも非常にいいですよね。で、物によっては結構ね、上にあったりだとか、下にあったりとかするんですけど、全部ですね、この冷蔵庫、シンク、電子レンジがね、同じ動線上にあるので、非常にですね、これ、ここに座りながら調理だとかっていうのをね、しやすいポジションにありますよね。これ結構なかなかいいですよね。はい、そしてこの電子レンジの下にはですね、はい、こちらもね、収納スペースがあります。ちょっと暗いかな。収納スペースがあるんですけども、このね、板も実はちょっと外すことができるので、まあ、ちょっと下にもですね、収納するスペースもね、ありますので、まあ、このような感じでね、収納スペースもあります。
セカンドシートは後方側に向けると向かい合わせのダイネットスペースのシートとして使用することが可能です。このように収納や冷蔵庫から物を取り出すこともできますね。続いてサードシートにも座ってみました。高さも十分ですし、このダイネットスペースは4人の方が座ることが可能かと思います。4人または6人で走行中、前方を向きたい場合はセカンドシートを前向きに変更することが可能です。まずはセンターテーブルを取り外し、座面だった部分を置き上げて背もたれに変えます。そしてヘッドレストを取り替えて背もたれであった部分を車両後方側に倒すと前向きシートの出来上がりです。よく JR の回転座席のように回転すると思っていらっしゃる方が多いんですけども、このシートはですね、このような仕組みになっております。そして先ほど取り外したセンターテーブルも実はセカンドシートと運転席の間に設置することが可能です。次に向かい合わせのダイネットスペースからベッド展開をしていきたいと思います。まずセンターテーブルを取り外します。次にサードシートの座面を置き上げ、そして背もたれについていたヘッドレストを取り外します。背もたれのシートを前方側に倒しフラットにしておきます。そしてセカンドシートの座面についていたヘッドレストを取り外します。スライドさせやすいように座面だった部分を一時起こして背もたれだった部分をフラットにしていきます。あとはセカンドサードシートの位置を調整し、起こしてあったこの背もたれを倒してあげるとベッドの完成です。はい、実際に横になってみました。頭の方向、足の方向にも遮るものがありませんので、非常に広いベッドかと思います。また、天井方向に対しても空間がありますので、圧迫感はほとんどないかと思います。先ほど取り外したこのセンターテーブルには、テーブルレッグが2本ついてます。この短い方を立ててあげると、このようにちゃぶ台仕様として使うことが可能です。テーブルの受けであるレールがキッチン全域にわたってありますので、任意の場所でテーブルを設置することが可能ですね。このちゃぶ台仕様にしておくと、足を投げ出して座ったり、テレビを見たり、物を食べたりということができますので、非常にくつろげる空間になるかと思います。はい、そしてこのサードシートの後ろにはですね、このような形で大きなベッドがあります。はい、結構ですね、広さがありますよね、このベッドはね。で、このベッドの上にも、はい、この2つある収納スペースがありますので、寝具関係だとか、タオルだとか、あとね、そういうのも収納できるスペースがね、このように2つあります。で、この、はい、収納のね、下にももちろんこのように間接照明もありますし、はい、USB のポートと、これはね、スイッチなんですけど、このような感じですね。まあこっちの方でね、本を読んだりだとかっていうことができますよね。はい、こちらと、反対側はですね、このタオルハンガーみたいなのがありますので、これもですね、有効活用できるんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、この窓に注目してほしいんですけど、これグランデ仕様ですので、こちらのね、窓ガラスはもちろんなんですけど、背面のバックドアのね、窓ガラスもこれ外しちゃってるんですよ。そして助手席側の左側の窓もこれ外して、全部ですね、窓ガラスを外して断熱材入りの壁にして、そしてですね、このようにアクリル二重窓を施しておりますので、非常にですね、断熱性能が高くなっております。そしてこちらにも出窓になってますし、こちら側もね、若干ですけどこのような感じで出てますので、ここがですね、非常に広いベッドになっております。この後部のベッドは結構広くて、私があぐらをかけるほどの高さがあります。そして実際に横になってみました。エアロウィンドウがついてますので、横幅は 1800mm ありますけども、私ぐらいの身長の方が寝るには斜めに寝ることをお勧めします。真横に寝ると膝がですね、ちょっとだけ曲がるような感じになりました。身長170センチ前後の方だったら難なく寝れるかと思います。それではベルゲンの外装をご紹介します。この車両はグランデ仕様になっておりますので、助手席側の窓もこのようなエアロウィンドウが搭載されております。バックドアも同様にこのような断熱材入りの壁、そしてアクリル二重窓が施されたモデルです。運転席側のこのエアロウィンドウも特徴的ですよね。今でこそこの出窓というのは一般的になりましたけども、実はこれを一番最初にやり始めたのはこのトイファクトリーさんなんですよね。
始まりはいつもトイファクトリーからというキャッチコピーがあるぐらいです。後部バックドアを開けると広大な収納スペースが見えてきます。室内の半分ぐらいのところにベッドマットがあることを考えると、かなりの広さの収納スペースがあります。最近のモデルはこの間仕切り板がありますので、物を整頓して収納することができますよね。そしてこのベッドマットは4分割になっていて脱着することが可能です。マットをはね上げるとこのような感じですね。左側にはシャッター扉付き収納スペースがあります。この中には2段のネット型スライド式収納があります。ワンちゃん飼ってる方はワンちゃんグッズを入れたりだとか、そういう細々したものを収納することが可能ですね。車両右側にはオープン形式のラックがありますので、さっと取り出しやすいものも収納することが可能です。この収納スペースの間仕切り板も実は2分割になって脱着することができます。そうするとキャンプ道具はもちろん、ワンちゃん飼ってる方は大きなケージも入れることができますよね。実際に奥行きを測ってみました。だいたい 1540mm あって、横幅も 1010mm あります。車両左側最後部には外部電源取り入れ口があります。家庭用の 100V でサブバッテリーを充電することが可能なんですが、実はこの外部充電を軽視されている方も多いです。この方法がバッテリーにとっては一番いい充電ですのでおすすめします。はい、今回のベルゲンいかがだったでしょうか。このね動画の冒頭である2車種のですね、実は欠点を補う形の車なんですよってお話をしたんですけども、そのねまず第1台目はですね、バーデンなんですよ。これねバーデンって結構トイさんの中でもね人気車種になるんですけども、実はですねオプションで電子レンジ場所がねちょっと残念なところにあるんですけどね、まずその動画を見ていただければなと思います。はい、今ですねバーデンの下にいるんですけど、バーデンにもですねキッチンがこの助手席エントランス挟んで、この後ろにですねキッチンスペースがあります。そしてねオプションで電子レンジをつけるとですね、実はこの上とかでねなくて、このベッドのね下に行っちゃうんですよ。ここにねこのような形で電子レンジがねあるんですけど、ちょっと使いづらいですよね。ここでね座って調理とかした時もちょっとね物を温めようかな、例えばこのねキッチンの洗い物だとかしたりだとか、冷蔵庫のね食材を取ってここでこう調理やってる時にちょっと温めようかなって思った時に、電子レンジがねここなんですよ。なのでここをね使おうとすると、このマットがね邪魔になるかもしれないので、このマットをどかせばねなんとかこう手を伸ばして電子レンジ操作できるんですけど、位置もねこう低いですし、一回一回ねこのマットをどかす、もし今使ってる方はきっとここにねお布団だとか寝袋を敷いた状態になってますので、これね一回一回これ上げるのかってなると結構使いづらいかもしれないんですよ。電子レンジの大きさだとかのねやっぱ苦肉の策でどうしてもここにね行ってしまうのは仕方ないんですけども、ちょっとですねこれバーデンオプションで電子レンジをつけた時って場所がねちょっとこれ残念な場所に、ね、なっちゃうんですよね。はい、このようにですねバーデンでオプションでですね電子レンジをつけると、実はですねこのベッドの後部のねベッドの下になっちゃうんですよ。なのでちょっと操作するにもベッドマットをねこう開けたりだとか、スペースを確保しないと実はね使いづらかったんですよね。ベルゲンに関してはですね電子レンジがここにあります。実はですねこれ運転席のすぐ後ろにキッチン設備があってね、テーブルがあって、これサードシートなんですけど、サードシートに座ってますので、ここでですね調理をしながら電子レンジを使うことができるんですよね。例えばここのねテーブルで、例えばね調理をするとした時に、ここでね洗い物だとかっていうのは
シンクでできますし、食材を取り出す時はこの冷蔵庫を開けてこう取り出して、そして調理をして、でちょっとね電子レンジで温めたいなと思ったらすぐねこちら側の手を伸ばせば電子レンジをこう使うことができますから、これ、ね、キッチンの同じ動線上にこの電子レンジがありますから、非常にですね車中飯とかね作る方はねかなりこれ考えられたいい場所にあると思います。ですので、食材だとかね調理器材もこういうところに収納したりだとか、あとこういうところにもね収納がありますから、非常にですねこの晩婚なんですけども、この電子レンジをつけることによってかなりね完成されたですね調理をねここでねすることができますので、これがねベルゲンのねこの電子レンジの場所のいいところですよね。そして2代目なんですけど、これねランドティピーなんですよ。このランドティピーは特徴としてはすごくね大きなベッドが出来上がるっていうですね特徴があるんですけど、実はですねその収納スペースに少しね問題があったんですよ。それではランドティピーの収納スペースをご紹介します。ランドティピーの後部にはこのように収納スペースがあるんですけども、少し位置関係が低めなんですよね。このようにシャッター扉付きの小物を収納するスペースもあるんですが、スペースはそこまで広くはありません。そしてこのベッドマットは跳ね上げすることがねこのようにできるんですけども、ちょっとですね収納のスペースとしては少し物足りなさを感じるかもしれません。向かって右側は2段ベッドのボックスがある分で少しですね収納スペースが狭くなってしまってます。何よりこの高さがですねもう少し欲しいですよね。はい、ランドティピーのね動画いかがだったでしょうか。これねベッドに関しては車両最後部から運転席の助手席の後ろまでね出来上がる大きなベッドがあって、そして2段ベッドがあるので就寝人数は結構ね広くねたくさん寝れることが可能なんですけど、そのねベッドのね高さが少し低いんですよ。で低くて一応車両最後部は収納スペースになってるんですけど、ちょっとですね収納スペースがね少し足りないので、ちょっとねよくランドティピーをね乗ってらっしゃる方もそうなんですけど、収納のスペースをねもう少し上げてくれないかっていう声が実はあったらしいんですよ。ですので今回のねこのベルゲンに関しては、この後ろのベッドに関してはねバーデンとね似てるものがあるんですけど、ここがね高い場所にありますから、で収納ねスペースもたくさんありますし、キャンプ道具だとか遊びのアイテムをねたくさん下にこう積むことができますので、そのねランドティピーの収納の少なさをね補ってくれてるんですよ、このベルゲンに関してはね。はい、それではベルゲンの収納スペースを見ていきましょう。バックドアを開けるとこのように全域にわたって大きなベッド、そしてこのベッドマットの下にはこれだけ大きな収納スペースがあります。2分割の仕切り板もありますので、これでですねかなり整頓して収納することができるかと思います。そして向かって右側にはオープン形式のラック、そして左側にはシャッター扉付きの2段の収納スペースがですね2つあります。このようにスペースがたくさんありますので、小物関係はこちら側に収納したりだとか、大きなものはこの板もね外すことができますから、かなりですねクーラーボックスだとかキャンプ用品などの大きなものも積めそうですよね。さらにですねこのベルゲンに関してはバーデンの電子レンジの位置、そしてですねランドティピーの収納スペースの広さ、これをですね実はカバーしたですねタイプのキャンピングカーになったんですよ。ですので今ですねバンコンタイプのキャンピングカーをご検討されていて、トイさんの中からねバンコンタイプの検討されていて、電子レンジが欲しいな、そして、ね、収納スペースは広い方がいいなっていうふうに思っていらっしゃる方は、実はですねこのベルゲンがひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、来たるですね12月10日11日、このねトイの日10日とね11日トイの日にですね、北海道のトイファクトリーの販売代理店になります私が勤めておりますねキャンピングレンタサービス工業でですねトイファクトリーフェアというのを開催します。今ですね名だたるですねトイさんの、ね、車両も結構今たくさん入ってきてますので、ぜひご興味ある方はですね12月10日11日のですねトイファクトリーフェアまでぜひご覧いただければなと思います。